はい、今日はね東京モビリティショー来ておりますので、トラックブースを中心にいろいろとね回ってみたいと思います。今日はねプレオープンの10月27日という日で、比較的ね一般の人はまだいないんですけれども、だいぶ関係各所の方々はね来てるような感じになっております。どのメーカーさんも基本的には EV とかね環境を考慮したトラックが主な展示になってます。こちらのデュトロなんかは軸の部分が映し出されてますけれども、フロントにモーターを置いてるわけですよ。なので要はドライブシャフトをつなげて後ろまでね車高を上げてドライブシャフトを通す必要がないよねっていうので、こういったのを開発されてます。荷室容量が非常に広くなってるということで、通常ドライブシャフトを通るんですけど FF みたいな感じになってる。こういった車も今後ねやっぱ電気自動車の技術が使えることによって荷室を大きく使えます展示トラックがあります。あとは昨日のデュトロとかやっぱ小型車がどこのメーカーさんも多いですね。これはデュトロ ZEV ウォークスルー版、こっちもリチウムイオンバッテリーですね。三菱ふそうもそうですけど、やっぱり日野も非常にこういった車が多いです。こちらも昨日のねデュトロ ZEV ですね。やはりドライブシャフトがないんで非常にね低いこういうね作りになっております。内装は普通のデュトロと変わらないですけど、オートマがねプロフィアと同じようなオートマのレバーになってますね。見た目だけだと思うんですけどね、基本はモーターで走るということです。だいぶ片べりしてますけどね。じゃあ続いていすゞのブース行ってみましょう。今いすゞさんのブースに来ました。で2台のね大型車がね展示されております。その他やはり EV の小型車がね何台かエルフとかそういうのが展示されているような状況になっております。で一番目を引くのはこのエレガの新しい顔というのがどう見てもフォワードのヘッドライトでしょう。エルフもフォワードも全部同じヘッドライトを多分流用して使ってるんだと思うんですけど、でエレガの、EV ということでねどんな感じなのかっていうのをちょっと見ていきたいと思います。ノンステップバスが今主流になってますね。すごいここがぴったりいってるわ。たまたまくっついてるのかな。それではね運転席見ていきましょう。見た目は普通の路線バスですね。非常ブレーキのスイッチ、ここ最近非常ブレーキの解除スイッチがついてるんですけど、あとオートマがスイッチ式のトルコンなんだと思うんですけど、オートマと電子式のサイドブレーキになってるというところで、基本的な簡素な作りは変わらないですね。最近は昔のフォワードのメーターを利用しているような感じには見えますけど、あとはパワーメーターとかチャージ、この辺がEV っぽい軽気流になっているというところですね。ノンステップバスっていうのはここがデッドスペースになってしまうっていう、席数はどうしても取りづらくなってるっていう印象ですね。ここなんかもうフルフラットなんですね。普通ここだんだんとか上がっていくんですけど、フルフラットでこのタイヤハウスがやっぱり邪魔してしまうんですけど、背面珍しいですね。海外のバスみたいなこんな感じで出ていきます。続いてトラック見ていきましょう。やはりEV すごい、エルフ EV だいぶ見るようになりましたけどね、この EV とはまだ走ってないと思いますけど H2 フューエルセルなので、おそらくこちらも水素トラックということになっております。どういう概要なのか見ていきたいと思います。いすゞの CYJ77C を改造したよというお車ですね。総重量25トン、積載量は乗ってないですけど 8×4 の40低床ということです。この車でも800キロ以上走るということで、先ほどの日野の車よりも距離走れるってことですね。日本というのは水素のトラックなり乗用車っていうのをね押してってるような印象ですね。ホイールは黒く塗ってるんですけど、エアロ多分オリジナルだと思いますよ。すごい頑丈、しっかり造形されてる FRP になってますね。こういったところいろいろダクトついてて結構熱持つんでね、水素車とか、ダクトを設けたりしております。ここには一切モーターらしきものは装着されてないですね。いわゆる G カーゴの完成車の寒冷地仕様みたいな作りです。テールは2連ですね。いすゞさんっていうのは UD さんと共同になってるわけですよ。一緒の企業というか同じグループになってますんで、同じような作りというかつながった作りになってますね。でこのクエスターっていうのはオーストラリアとか東南アジアに多く流通しているトラックで、クオンに似てるんですけど一回りでっかいんですよっていうのが特徴で、日本でねこの車走ってないわけですけれども、非常に目立つ1台ということになってます。でこっちの、GW530 っていうのは 2DEF のトラクターが復活したということで、今まで UD さんっていうのはボルボをね 2DEF 車として、UD さんに商談行ったら 2DEF だったらボルボだよっていう話だったんですけど、今はね 2DEF 車もねラインナップとして復活というか加わったというか、そんな感じになりましたのでね、こういったのもお選びいただけるよということです。でこちらがそうクエスター、めちゃでか部分はこうクオンと同じような感じなんですけど、中とかも2段ベッドになってたりとかすごいですね。完全にツーマン仕様みたいなで、安全窓もないんでやはり日本仕様というよりはヨーロッパ仕様ということですね。結構後ろなんかもすごいハイルーフの上に同風板ついてるんで、通常日本だったら 3.8 メーターが高さの基準なんですけど、それはおそらく超えてきてる気がしますね。日本でちょっと走るの厳しいのかも。結構高いでしょ。クオンよりは高いんじゃないかなと。オーストラリアっていうのはロードトレインとかいっぱいあるんで、こうつなげてね走るっていうのが主流になってますので、でもねちょっとやっぱりね外車と違うのはこのキャブサスとかがね、これがキャブサスなんですよ。ベローズついてると思うんですけど、すごいちっちゃいんでね、スカニアなんかこれの3倍4倍ぐらいあるんでねキャブサスが、そういったところからも乗り心地がねどうかなっていう懸念はあります。これが GH13 型エンジンということで、470馬力、490馬力、530馬力とね結構大排気量、高馬力帯もカバーしているようなエンジンになっております。普通にエスコット
っていうものをね組み合わせたエンジンになっておりますね。非常にでかいですね。こう見るとこういうエンジンでございます。あと見どころとしてはこの UD のアクティブステアリングっていうものを体験できる施設っていうのがあります。これ何かっていうと、もともとボルボにねダイナミックステアリングっていうのがついてたわけですよ。でそれをやっぱ UD の国産仕様に開発し直したというので、今回ね疑似体験ができるものを用意させていただいているということです。僕実は砂利で体験させてもらったんですけど、本当にねくるくるっと軽く回るんで、やっぱトラクターとかは非常に操作しやすいと思います。こういったのも多分一般の来場者さんが来た時に体験することができるということです。でこちら、付装ですね。先ほど単体でご紹介させていただきましたけれども、やはり小型車クラスの E キャンターとか、その辺が3台して、あとはスーパーグレードメインで1台ということになってます。どこもやっぱり EV を力入れております。それは当然ダイムラーさんなんで、付装に関しては脱エンジンでやってるわけですよ。こういった小型車からEV 車両をどんどん増やしていくというような形になってます。シミジェン外は外で仮想メーカーさんのこういった日本自動車車体工業会っていうね会に所属しているボディメーカーさんがそれぞれ出展されているような状況です。有名どころでいくと矢野特殊さんですとかね、浜名ワークスさん、山田ボディさんとか東宝さん、フルハーブさん、極東さんっていうねところが出てるような感じになってます。こちらが矢野特殊さんが作っている冷凍ウィングですね。こんな感じですごい箱にお金がかかっております。昔からあったかわかんないですけど、エバポレーターも前後ろでスウェーバータイプで仕切り板で温度帯を変えたりできるようなものになってます。見た目ではねグレートウィングって結構他のメーカーさんも出されてるんですけど、やっぱり矢野さんの箱っていうのは基本的に1組で作ってそれを乗せ替えてまた使うっていうのを想定されてるということで、非常にね頑丈と定評のある箱で、当社富士トランスポートも2台ぐらい入れさせていただいております。こちらは浜名ワークスさんですね。キャリアカーとかねそういったのを得意とする会社さんで、いろんなキャリアカーとか作ってらっしゃる、ステージカーとかね浜名ワークスさん、そういったのを作ってらっしゃる会社さんですね。こちらは自動車成功株式会社さんと、こういうバルク車ですね、粉とかを送る車っていうんですかね、そういった車になってたりとか、こちら花見台自動車、こちらも積載車とかがね有名な仮想メーカーさんですね。下にベタっと落っこちるようなこういったのが主流になってますし、エアラインレールで全部タイヤ固定できるようになってるんですよね。非常に車が動きづらいような作りになってます。閉まってますけどデカゲートですよ。特殊な精密機械とかを積むというようなトラックになってます。すごいですね。ラッシングレールが何段あるんだ、1、2、3、4、5、5段ラッシングです。そういう特殊な車で、先ほど実演されてたんですけどウィング部分がねこう上がるんですよ。だからペン釣りとかでうまく精密機械とか積むのに積みやすいようにいろいろ工夫がされてる箱でございます。とてもお高い高価な箱ですね。あとはフルハーブさんとかね、フルトレーラーのトレーラーの部分ドリー付きでね開発されたとか、あとは東宝さん重機運搬車ですね。もうタイヤが中にもあって動かせんですよ、リモコンで軸をね、そういったのとか、あとはトレックスさんですね。トレックスさんはスワップボディって、当社でも結構導入してて、ウィングとバンとあるわけですけど、こちらは外エバータイプの冷凍のスワップということで、これもね新しいですね。トレックスさんには部品供給してるんで、ドーマのフェンダーとかタクラサイドガード、富士で使ってるような仕様になってるわけですよ。ちょっと面白いですよね。トレックスのこの冷凍のスワップなんですけど、もともとこれ前にもね同じようなのあったんですけど、このねエバーがね中に入ってたんですよ。なんでちょっと内寸がね小さかったんですけど、こちらはこのエバーを外に出したんで、内寸がねこのエバーの分だけ多く取れるようになりましたっていう、改良モデルになっております。はい、でこちら極東のダンプ、この極東産のダンプはよく最近当社では海外製の入れるんですけど、こちらスウェーデン鋼を使ってるんですよ。なんで HARDOX ハーロックス、これがスウェーデン鋼と言われている素材なわけですよ。でこちらの利点っていうのが、軽くて頑丈で錆びづらいというので、ちょっと重量いくつってのは書いてないですけど、おそらく10トン近く9トン500とか取れるんじゃないですかね。ダンプこれもどうなんだろうな、もうちょっとホイールベースが長いともう少し重量取れたりとかね、このホイールベースがないと重量も取れなかったら GVW20 トンとかなるのかな。鉄自体の素材を軽くすることによって多く積載取れます、そういったものになってということですね。今時間が5時25分ということで、ちょっと暗くなってきてますんでね、ちょっと見づらいんですけど、今回の目玉はあそこにも見えますけど、スーパーグレート新型展示されてますんでね、内装外装見ていただいて楽しんでいただければなと思います。はい、それではねまた動画企画して撮影しますので、お時間さえご視聴いただければありがたいです。それでは次回までご覧いただきありがとうございました。失礼します。